こんにちは皆さん、まめです。お元気ですか？今日はですね、今まで私が作ったキルトを紹介したいと思います。キルトはですね、もう一番最初に作ったのが14年ぐらい前になります。子供がまだ小さかったんですけど、子供がちょうど幼稚園に行き始めたので、その時に時間ができて何かやりたいなと思ったのがきっかけです。で、一番最初にですね、それで、その時は、夫の仕事の関係で、マレーシアのクアラルンプールに住んでいたんですけども、その時に、アメリカンクラブという場所がありまして、で、そこでキルトクラブをやってるっていうのを聞いて、もう一人のお友達のママと一緒に参加してました。1週間に1回ぐらい集まって、みんなで、10人、多い時はもっといますけど、大体10人ぐらい常に。で、みんなでチクチクやったり教えてもらったりしてました。で、一番最初に、多分ピンタレストとかで、いいなと思ったのが、こういう六角形のキルトだったんですね。で、どうしてもこれを、私、リバティプリントの生地がもう大好物でしたので、子供の洋服も作ってたんですけども、もう余ったものとかで作りたいなと思ってて、で、これを作りました。そんなにこれはサイズ大きくないんですけども、これが一番最初に、紙でペーパーピーシングっていう方法で作ったキルトです。で、これが、裏もリバティという、とっても豪華なキルトになっています。これがもう14年ものですね。だから一番最初に作ったので。これは多分、6、どのぐらいかかったんでしょうかね。そんなに結構もう早く完成させたくて、すごい勢いで作ったのを覚えてます。でも2ヶ月ぐらいですかね、多分。多分2ヶ月ぐらいで作ったと思います。そんなに早かったかな。いや、でも、そんなに、ちょっと覚えてないですね。でも、これが一番最初の作ったものです。未だに膝掛けとしたりして使ったり、いろいろ使ってます。はい。そして、もうちょっと大きいのを作りたいと思って、次に作ったのがこれですね。で、これがですね、シングルサイズのベッドをカバーできるぐらいのキルトになります。これもまたリバティのプリントを使いました。で、それぞれ、洋服も子供が小さい時に作ったりしてます。無地のものはリバティじゃないんですけども、その他はだいたいこの端っこも水玉っぽい模様なんですけど、ちょっと色が褪せてしまいましたね。色はだいぶ褪せたと思います。それにこの横のところがですね、二重にしてくるんでたんですけど、だいぶ擦り切れてます。洗濯機でガンガン洗って、ドライヤーも乾燥機も使ってるので、もうこうなっ
ちゃうんですね。これもとても気に入っています。で、裏がですね、こういうコットンの生地です。全部コットンですね。で、この端っこになぜかリバティの布をすごく全然均一じゃないんですけど、周りにこうやって使ってます。こんな感じ。見えますかね？見えますね。こんな感じです。ちょっと太陽の光が入ってきてたので移動しました。次がですね、これもまたシングルベッドサイズですね。これは普通のキルト用のコットンを買って使いました。なのでちょっとリバティに比べると厚めで少し重いです。で、この柄というかパターンがですね、思いっきりピンタレストに載ってるやつを全く真似しました。この三角、ところどころに大きな三角も、ほぼ同じ位置に入ってると思います。これが何で、昔の人が作ったキルトだと思うんですけども、それを、もう、とっても気に入ったので、色も近い色を選んで作りました。でやっぱりちょっとね、技術というか、計算が計算がちょっとね、合わないというか、この三角、端っこ、こっち側がいいですが、この反対側は、ちょっとずれたり、こっちなんかも全然合ってませんね。でもそこら辺は気にしないです。で、この裏のコットン、水玉の、今だったら絶対買わないような柄です。なんでこの色を買ったのか、全く覚えてません。はい。次がですね、これがもしかしたら一番最初だったかもしれません。この何にもパッチワークをしていない。なんて言うんでしたっけ、これ。でもこのキルティングがですね、手でチクチクしてます。表はリバティ。でこの穴が開いてるのは、うちの犬が小さい時にちょっとやられてしまいました。裏はチェック&ストライプさんの、買ったコットンです。とっても気持ちがいいです。これが一番最初ですね。これが本当に生まれたって赤ちゃんの時に確かそのために作った気がします。もう忘れてしまいますね。で、次がですね、余った、布で何か作りたいと思って、ひし形の、これもまたピンタレストに似たようなものがあったので、このひし形をつなげる違う映像を載せておきます。で、これがもう余った布で作りました。穴がね、これは全部もう犬です。うちの犬。で、これが円形になってます。なんでかというと、この形で作ったら円形になってしまうんですね。ちょっとした六角形ですかね。で、1、2、3。六角形じゃありませんね。とにかく丸っこくできるんです。なので、これは犬用に作りました。犬の座る、洗えるようにカバーとして
犬のクッションのカバーとして作りました。それで、しばらくキルトは作ってなかったんですけども、今度インドに住む機会がありまして、でインドにですね、カリコという洋服屋さんをやってる方がいまして、インドで主に多分作ってるんですね。インドの布を使ったりして、で、その方の作る服とか、インドの布がとても素敵で、なんかきっかけが覚えてないんですけども、知り合いになることができまして、で、歯切れをですね、全部取っといてて、その歯切れを使って何かできないかなと思ってるっていうので、その時にちょっと分けてくれたんですね。私だけじゃないんですけど、他の、女性の方たちも何人もいて、欲しいだけ持ってっていいっていうので、使えそうな、そういう好きな色のをもらって帰ってきました。で、こうできたのが、ちょっと小さいんですけど、これですね。うん、で、これは裏も、ちょっと本当に薄い生地だったので、洗濯でちょっと破けてしまいました。これは後で直す予定です。もうこれはもう布がとっても気持ちいいです。その方は奈良にですね、お店があります。カリコです。で、もう一つ作ったのが、これ。私はこういうギザギザが好きなんですね。キルトを作るとき、なんとなくこの三角が結構好きです。で、裏は、こんなシンプルな感じ。で、これはですね、ソファーの、クッションですね。座るところのカバーを作ったんです。なので、筒状になってるんですけども、裏はただの布。犬がですね、その当時、一人になると、精神的に寂しくなって、いたずらをすることが多かったんです。なので、よくソファーがもうボロボロになってたんです。で、何回も何回も直しました。で、そのうちの一つが、このカバーを作ることでした。このクッションも、昔々に作りました。余ってる布を本当に好きなようにつなげて作りました。このキルティング手で縫うのだけすごく頑張りました。でもこっち側だけです。こっちは疲れたので途中からミシンになっています。もう一つ。これは見てわかる方もいるかもしれませんが、何色さんの布ですね。ダブルガーゼの布です。気持ちいいです。こっちも。昔ですね、東京国際キルトフェスティバルに行ったことがありまして、これ2014年ですね。10年前。これにお母さんとね、行きました。で、その時が、ムーミンのキルトがたくさんあったんです。いろんな多分、有名なキルトの先生たちが、作ったキルトが展示されていました。で、これ本当に可愛かったです。可愛いのがいっぱいありました。この本買っといて本当に良かったです。で、展示の一つで、ムーミンのはもう全部可愛かったんですが、展示の中で立体のムーミンがあったんです。立体の、
これについてないのかな。まあでもその立体のムーミンの展示がですね、ラインになってて、見るのに、並んで、こう、ちょっとの間しか本当に歩きながら見るという感じだったんですね。すごく広いところで、いや、本当に素晴らしいキルトがいっぱいありました。でも、東京ドームではなんか、やってないんですね。多分コロナの時にやめるってなったんですよね。違うところでやってんでしょうか？多分やってますよね。いや、ちょっと立体のムーミンが探せません。立体のムーミン、これについてなかったのかな。いや、でもこれは本当に貴重な本ですね。もう買おうと思っても売ってないでしょう。と、本のログキャビンキルト。ログキャビンも大好きです。あとはこの古本屋で見つけた本とかね。このキルトって計算するんですよね。だから数学ですよ、数学。まあ私は計算しませんがね、そんなにね。縫うときに、5ミリぐらいですかね。5ミリの、まあ、縫い代ができるじゃないですか。なので、こう、出来上がりのサイズとか、一つの布が小さければ小さいほど、随分変わってきますからね。